はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらの白のワゴン R MH21S WRDI なんですけども、今このような状態になってるんです。第1回目の放送をしたと同時にですね、ガソリンスタンドでエンジンが不動になってしまいました。それで M さんにね、手伝っていただいて、ワゴン R をワゴン R で牽引して帰ってきたんですけども、こちらのですね、原因探求をするべく、いろいろ部品を交換したので、進捗状況をね、お知らせしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、どのような症状でエンジンが停止してしまったのかと言いますと、まずですね、この車、もらった時は、アイドリングしてると、エンジンが温まってきたぐらいになると、エンジンがストップしてしまうと。それで、エンジンをかけ直せばまたかかるんだけども、温まってる状態だとすぐに止まってしまうというような状況で、おそらく燃料ポンプを交換すれば治るということで、もらうときにですね、燃料ポンプを交換して、マーブラックスタジオまで持ってきたんですけれども、全く同様の症状で、ガソリンスタンドまで行って、掃除機をかけて、それで再度エンジンをかけたときに、エンジンが温まってたせいなのか、エンジンをかけようとしても、うんともすんとも言わなかったというような状況で、また燃料ポンプかと思って、一応ですね、燃料ポンプを購入したところに問い合わせたところ、クランク角ポジションセンサーとか、カムポジションセンサーじゃないかと言われたんですよ。ということで、ショップに言われた通り、カムポジションセンサーとクランク角センサーを調べたところ、ワゴン R WRDI、いわゆるターボ車に関しましては、クランク角ポジションセンサーっていうのは存在しないんですよ。なので、カムポジションセンサー、こちらをですね、購入しました。それで、カムポジションセンサーはどこかと言いますと、こちらのヘッドの横にある、これですね。ここのカプラーを抜いて、ここについてる黒い部分。これがカムポジションセンサーとなってます。10ミリのボルトでね、1本で外れますので、容易に交換ができると。値段はだいたい3000円、4000円ぐらいで購入できました。これを交換しました。しかし、何にも症状変わらないというような状況で、じゃあ次は、こちらの ISCV。ここのスロットルの奥にある、この部分ですね。この黒い部品を交換しました。よくね、ワゴン R WRDI で故障する症状としまして、こちらの ISCV バルブがトラブルというのもありますんで、こちらの ISCV を交換してみました。それでも治らない。じゃあ一体何なのかと思いまして、じゃあいっそのこと、コンピューター、こちらを変えてみたらどうだろうということで、ここについている、これですね。この ECU、これを交換してみました。それでも治らない。それで、じゃあ、ワゴン R WR の DI に関しては、何の作用でついてるのかはわかんないんですけども、念のため、こちらのコンピューター、こちらの、このコンピューターも交換してみました。それでも治らない。もうね、何やっても治んなくて。じゃあ、いっそのこと、ここのスロットル、ISCV なんかもついてる、ここのスロットル一式をですね、交換してみました。もう ISCV も圧力センサーもスロットルポジションセンサーなんかもスロットル含めて全てのセンサーを交換してみました。何にも変わらない。どうにもならないんですよ。さらに基本に戻ろうと思いまして、こちらのこのカバーの中にあるイグニッションコイルとプラグ。こちらを交換しました。それでも治らない。もうまとめると燃料ポンプ交換したでしょ？プラグ交換したでしょ？イグニッションコイル交換したでしょ？ ISCV 交換したでしょ？メインコンピューター交換したでしょ？サブコンピューター交換したでしょ？挙句の果てには圧力センサーとスロットルポジションセンサーが含むスロットル一式交換したでしょ？それでもう治らない。それでもう何なのかわからないので OBD 診断機、こちらをかけようと思ったんですよ。そうしたらこちらの MH2122 って OBD カプラーあるんですけども、ネットで売ってる OBD 診断機だと、これスズキなんか独自らしくって、診断機反応しないんですよ。なので診断機ですら調べられない状態になっちゃうんですね。だからスズキに持っていかないと無理な状況になっちゃうということで、OBD 診断機使えないんです。それでどうにか原因を探求しなきゃいけないということで、
じゃあ、もっともっと原点に戻って、一番最初の燃料ポンプをつけるときに、カプラーの接続部分が接触が悪かったんですね。それを辿ってみて、それを思い出してみて、やっぱりそこら辺まだ何かあんのかなと思いまして、マーブラたまたま新品の燃料ポンプをもう一つ予備で持ってたんですよ。なので、新品の燃料ポンプをまず付け替えてみました。新しいのついてるんだけども、新品の燃料ポンプをさらに交換して、試しに動くかどうか試してみました。まずそもそもこの車ってエンジン、イグニッションオンにした時に、普通ワゴン R って後ろからウィーンっていう燃料ポンプが動いてる音が聞こえるんですよ。かすかに。なんだけども、この車だけは聞こえなかったんですよ。それなのでおかしいなーって思ってて、突出量が少ないのかなと思ってもう一回燃料タンクを下ろしました。そして燃料タンクを下ろして、新しい燃料ポンプに交換してみました。作動しないんです。それで、いやーこれ参ったなと思いまして、とりあえず燃料タンクを外すと、この燃料タンクに刺さる燃料ポンプっていうのがあるんですよ。これがドボンと燃料タンクに入ってるんですけども、これを抜いて、以前はここのカプラーの車体側のカプラー、こっちが不具合だったので、ここがまず通電してるかどうか、それをチェックしてみたんです。そして、イグニッションをオンにして、通電チェックをしてみたら、通電してたんです。そこからさらに、こっちの燃料ポンプをばらして、ここにコードがあるじゃないですか。これが、黒がマイナスで、青がプラスなんで、ここのカプラーを外して、通電チェックしてみたんですよ。そしたら、ここには電気が来てなかったんです。じゃあ、やはり、ここの配線と、ここのカプラーとの間で何か問題が起きてんだな、ということで、ここをさらに分解していったんですよ。そうしたら、ここの中の一本の爪がショートして溶けちゃってたんです。それと、錆がすごかったんですね。錆がすごくて、もう今綺麗に磨いちゃったんですけども、この中の爪の一本がこうやってポロンって取れてきちゃったんですよ。これが取れてきてしまったので、じゃあこれが錆が原因で通電してないのかなと思いまして、こちらネットで中古で買ってきました。それで先ほどカプラーを挿して通電チェックをしてみたところ、イグニッションをオンにしたら見事に燃料ポンプが作動しました。なので、おそらくこれに変えれば、このワゴン R の不調というのは改善されんじゃないかなと思います。相当部品交換したんでね、もう買った方が早かったんじゃないかってぐらいいろいろ修理してます。ただ、これね、みんなの車がそういう症状だからって言って必ずしもこれなのかっていうのは疑問なんですけれども、ただ、一例としてはこういう症状がありましたので、皆さんもくれぐれも気をつけてください。同時に、この燃料ポンプを買うときに、いろいろ調べてたら、このマーブラのタイプは、管を刺すところが3箇所あるんですよ。それに対して、年式によって、これが2つのもあれば、1つのやつもあったんですよ。なので、もし、この燃料ポンプを交換するっていう時なんかがあった時は、皆さんはくれぐれも、ここの数と、ここのフロートですね。前期と後期によって、このフロートが、形状が違ったりとかで、前期と後期で違ったりとかするんで、それは気をつけてください。最悪間違ったとしても、ここを外せるんで、ここだけをついてた車の燃料系のフロートだけを使っちゃえば、使えるは使えるんですけども、一番大事なのはここが何箇所かっていうのなんかを調べてもらえれば、基本的には取り付くと思いますので、ここをね、気をつけていただければと思います。ということで、今現時点、もう、かれこれ、この白のワゴン R、不動車になってから2週間ぐらい置きっぱなしになってます。全く動きません。なので、なんとかね、これをつけて改善されて、エンジンが温まった時でも、直接的にね、この燃料ポンプのカプラーが原因でエンジン温まった時に、エンジンが止まってしまうのかどうなのかっていうのはわからないんだけども、まずここが一つ燃料ポンプが動かないという原因があったので、まずここをクリアして、それでね、また症状どうなのかっていうのをチェックしていきながら、この車をね、レストアしていきたいと思いますので、ぜひ今後もね、楽しみにしていただければと思います。ということで、今のこの白のワゴン R の現状というのは、このような状況になってますので、残念ながら不動車と
なっております。またね、しっかりと今後も直していきたいと思いますんで、ぜひ、また動画を最後まで見ていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメントね、いっぱい入れていただければと思います。また、他の動画が気になるという方は、チャンネル登録をしていただいて、他の動画をご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。